松本駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、松本城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の松本駅です。そして目的地が松本城です。駅からは徒歩15分ほどで到着します。バスも出ていますので、お好みに応じて選択することができます。城自体は現在松本城公園として公開されており、中央に本丸、そしてその三方を二の丸が囲う定格式の平城となっています。実際にはさらにその周囲を三の丸が囲んでいましたので、その部分は輪郭式でした。三の丸周囲の堀は明治以降埋め立てられましたが、その一部が総堀跡として残っていますので、最後に訪ねます。では早速向かうことにしましょう。大手門増形跡です。ここに松本城の表口がありました。街中には歴代藩主の家紋があしらわれた街灯が立っています。松本城に到着しました。中に入ってみましょう。松本城は16世紀後半、石川数正、安永親子によって築城されました。元は小笠原氏が領有していた林城の市場だった深市城が始まりとされています。後に石川氏は改易され、堀田氏、水野氏などを経て戸田、松平氏の居城となりました。松本城の特徴は何といっても現存12天守の一つであり、さらに国宝5城の一つでもあるということです。18世紀前半に本丸御殿は火災で焼失しましたが、天守は残りました。もっともこの天守は築城当時のままというわけではなく、解体修理は行われています。この渦見橋からの光景も撮影スポットとして非常に人気があります。昭和30年に架けられた橋です。石垣は加工が野面積み、積み方は少し横目地をずらした布積み崩しとなっています。黒門から入場しましょう。黒門は正面入り口の門で、手前は高麗門、小口は増形、奥は櫓門という作りになっています。外に向けては狭間が設けられています。この左奥が本丸御殿跡です。案内板に説明がありますが、読みづらいので静止画で説明をします。松本城天守群は、大天守、乾小天守、それをつなぐ渡り櫓、辰巳付櫓、月見櫓の5棟から成り立っています。このうち大天守、乾小天守、渡り櫓は16世紀後半、
つまり戦国時代末期に作られました。したがって戦闘を前提とした防御特化型の建物となっています。一方、辰巳付櫓、月見櫓は江戸初期寛永年間に建てられましたので、戦闘を前提としない開放的な作りになっています。本丸御殿を回り込んで天守に登場しましょう。石垣は野面積みですので、侵入者が登りやすいんですね。それを補うために石落としや狭間などの工夫が設けられています。内部の様子です。ここは階段部以外での撮影は可能となっています。先ほどご覧いただいた石落としや狭間の様子を内部から見学することができます。大天守は56階の相当型木造建築です。50というのは屋根が5つ、6階は床が6つあるということです。内部は窓が少なく薄暗くなっています。また柱が多く、敵からの攻撃に対する耐久度を上げています。階段付近での映像撮影は禁止されていますが、これは階段が細く急勾配だからです。ではなぜ細く急勾配なのかというと、敵が少しでも登りにくくするためです。火縄銃の展示が非常に目立つのですが、これは個人の寄贈によるものだそうです。最上階です。ここは合戦時の望楼として使われました。天井中央にはご神体である26夜神がお祭りされています。辰巳付櫓です。2階の窓は花頭窓になっています。月見櫓です。まさに月見をするための建物です。朱塗りの周り縁が太平の時代を物語っています。建物の外に出ました。改めて戦国時代の建物と太平の時代の建物の違いを実感しました。外は完全に晴れましたね。松本駅を出た時は曇っていましたが、もう雨の心配はなさそうです。管理事務所では御城印を購入できます。戸田家の花王と小笠原秀政の印章がデザインされたものです。また、百名城のスタンプもここで押すことができます。本丸を出まして、太鼓門と二の丸御殿跡を訪ねます。
太鼓門には外から入ります。こちらも黒門と同様、高麗門、枡形、櫓門の一体型となっています。櫓門脇には玄葉石というひときわ大きな石が組まれています。本丸は1727年の火災で焼失し、その後の成長は二の丸に移されます。幕末まで二の丸が政治の中心として機能していました。奥に少しだけね、天守が顔を覗かせています。一段高くなったところは炭櫓があった場所のようです。総堀跡です。三の丸の外側が総堀でした。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。